こんにちは、みえこです。今日の動画はクッションを作るためのパターンを縫いつないで半分だけキルトをする工程です。それではご説明します。まずは作ったバスケットのパターンをこのように並べてみました。このままでもよかったのですが、真ん中に6号紙のパターンを挟んでみました。そしてバスケットのパターンを上の部分を方向をずらします。こうすると上と下の区別がなくなるので、とても使いよい作品になります。そして全部をたくさん針を刺して縫いつなぎます。1列ずつ順に縫い代の倒れる方向を注意しながら縫いつなぎます。縫いつないだ後は縫い代をハサミで切り揃えます。このようにできました。縫い終わったら裏返して縫い代にアイロンをかけます。次に裏地を用意します。裏布を55センチ ×55 センチの大きさで用意します。キルト綿をその上に重ねます。キルト綿の大きさは50センチ ×50 センチです。そして3枚を針で留めます。この後に仮縫い、しつけ縫いをします。ですが、しつけ縫いしてる間もずれてしまうので、針はたくさん留めます。糸ですが、しつけ糸、仮縫いの太い糸ではなくてモンリッキーの縫い糸をそのまましつけ糸に使います。そして一番上のトップの布より外側から縫います。玉留めはしません。縫い代のない布の薄い部分を針で留めていきます。なるべくシワにならないように3枚きれいに合わせて縫います。そして縫い終わりですが、これも玉留めをせずに糸は長いままにしておきます。反対側の端も先ほどと同じように縫い留めていきます。仮縫いは曲がっても大丈夫ですよ。後で取りますから。全部の縫い終わりはそのまま糸を出しておきます。端まで縫います。今回はフープを使わないで縫いますから、いつもより少し多い
仮縫い、しつけ縫いをします。その都度手でシワを外に押し出しながら、中央に糸がたくさん集まってくるので、キルトをするとき邪魔になるので、少し外したところからまたしつけ縫いをします。指抜きですが、まずは右手の人差し指に針をつかむためのゴムのものをつけて、右手の中指に今回はこの爪の部分が開いたプラスチックのものを使います。左手の中指は金属のものを使います。いつも使っているのはこれです。ずっと使っているので少し色が変わってきたし、だいぶ減ってきました。最近はこの頂点が平らなものをよく見かけます。私が使っているのは頂点が少し丸くなっていて、指先が当たらないので使いやすいです。そして先の部分が少し小さめになっています。サイズですが、指に入れた時に振っても落ちないようなサイズを選びます。ですがきつすぎると指が疲れてしまうので慎重に選びます。今回京都のミス屋さんのキルト針を使ってみます。というかもう使ったんですけど、すごく使いやすいです。針先がとても尖っていて、布に刺す時にスムーズにできます。ですからこの針とてもおすすめですよ。長さは 2.5 センチぐらいです。キルトの針は短めが多いです。では縫います。玉留めをした糸に中央付近から縫います。縫いたい場所の少し離れたところに針を通して引いてと思ったら、この後動画が撮れていなくていきなりここからスタートです。ごめんなさい。はい、それでは縫い始めます。まず直角に針を刺して、このような指の動きをします。針の持ち方はピースワークをする時とは少し違います。倒した時に中指で押します。ちょっと言葉では表現しづらいので、キルトの運針、針の動かし方の動画を半分作ったので、もう少しでアップします。そちらで確認してくださいね。そして端まで来たら、そのまま方向を変えて縫います。今回縫っているのはピースワークした端 1mm から2mm ぐらい離れたところを布に沿って縫っていきます。キルトラインを引くことがないので簡単にできます。
自分で好きなところを順に縫い進めていきます。ですが中心から外に向かって縫い進めると仕上がりがきれいにできます。縫い代が集まった部分は無理して縫わずに少しずつ縫います。針を下に入れた時に左手の中指に押し当てている感じなんですけど、写すのが難しいんです。こんな感じに半分だけ仕上げました。残り半分はフープを使って作りたいと思っています。もう少ししたらまた完成の動画を出します。次はフープを使ったキルトの作り方動画とクッションに仕上げるための工程の動画をアップしますので、また次も見てくださいね。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。